2026年5月31日日曜日、現在日本は午前1時20分にもうちょっとでなるところです。2月末に始まりましたアメリカ、イスラエルによるイランへの作戦ですけれども、5月がもう終わりますので、ちょうど3ヶ月というところだと思います。先生、何かこの3ヶ月で見えてくるようになったものとか、ございましたらご説明をお願いいたします。はい。あの、世界を大きな目で見て、アメリカ、中国という、スーパーパワーのレベルで見てみますと、この3ヶ月で見えてきたことが、いくつかあります。で、いずれも、中国に有利な展開だと思っています。で、その一つはやはり、アメリカはもうオバマ大統領の頃から最大のライバルは中国だと。中国を重視した政策を取っていくんだということを歌ってきたわけですね。で、オバマさんの時代の言葉はアジアシフトと、重心をアジアに移すんだということを歌ってきたわけです。で、というのは、2000年代に入ってから中国の存在感が大変大きくなったからですね。で、理由は2つあって、1つはやはり中国の、自己努力ですね。中国、歴史上、稀に見るほどの長い期間の高度成長を、1978年の改革開放から進めて、大変大きな経済力を持つようになったわけですね。それから2つ目は、アメリカのオウンゴールというか、あの、ブッシュ大統領がアフガニスタン、そしてイラクで戦争を戦って、大変な、あの、国力の消耗をアメリカは行ったわけですね。ですからアメリカが、戦費にお金を使って若者の命を犠牲にしている間に中国はひたすら経済成長を続けてきたわけですね。で、この2つが相まって、中国が今、超大国として見えてきたと。で、それを見て、アメリカはこれから中国重視なんだということで、オバマ大統領の時期、オバマさんは2期8年やって、基本的にはイラクから撤兵します。イラクの戦争から手を洗ったわけです。で、1期目のトランプさんはアメリカファーストだって、やはり中東での戦争をやめようということで、アフガニスタンのタリバンとずっと交渉をしてました。で、その後のバイデン大統領の時期に、タリバンがアフガニスタンの首都、カブールを攻略して、アメリカが支えていたアフガニスタン政府が倒れて、タリバン政府が戻ってきたわけですね。で、バイデンさんはこれを、妨げようとはしませんでした。ですから、アメリカが望んだ形ではなかったにしろ、アメリカはアフガニスタンからも、足を洗ったということで、アメリカはこれから中国に向かい合っていくんだと。中東からは足を洗うして笑うんだということだったんですけれど、今回の戦争というのは、またアメリカが中東にこう突っ込んでいったと。で、そういう意味では全くアメリカが言ってきたことと反した政策で、しかもアメリカはハイテク兵器を使って、たくさんのミサイルを使って、爆弾を使って、イランを攻撃したんですけれど、イランに対して自分の主張を押し付けることができなかったんですね。ですから、アメリカの力の限界をここで示してしまった。そして多くの、弾薬をここで消費したことによって、中国に対抗するための在庫が足りないという、こういう状況になってるんですね。で、中国はアメリカのオウンゴールの時代は終わったんだと思ってたんですけど、またここでトランプさんが、なんというか、ゴールポストの熱湯が切れるくらいの強烈なオウンゴールを決めてしまったということで、また中国の存在感が大きくなっているという、こういう状況だと思いますね。で、何よりも、中東諸国、世界の国々にとっては、中国がいいか悪いか、好きか嫌いかという議論はあるかと思うんですけど、中国は国家理性に従って合理的に自分の影響力を、国力を拡大しようとしていると。ところが、アメリカのトランプ政権はどう考えても、誰が考えても、こんなイランと戦争することがアメリカの国益とは思えないんですけど、そんな、ある意味バカな戦争をしていると。そういう意味では、しばらくは、トランプさんがいる限りは、中国は影響力を着々と増大していって、アメリカに対する信頼感がますます揺らぐという、こういう、状況
が、スーパーパワーレベルでは起こっています。で、もう一つ、地域レベルでは言えることは、イランを中心とする勢力とアメリカに頼る国々との対立構造がずっと、ペルシャ湾岸地域ではあったんですけれど、今回の戦争でアメリカは、中東の軍事強国イスラエルと共同しながらイランの政権を倒すことができなかった。条件を押し付けることもできなかった。しかも、アメリカ、イスラエルとの協調関係にあった、ペルシャ湾岸のアラビア半島の産油国をイランの報復から守ってやることもできなかったわけですね。だから、ドバイを中心のへの被害が一番目立っていますけれど、アラブ諸国連邦はイランのドローンとかミサイルの攻撃を受ける。カタールにしろ、サウジアラビアにしろ、クウェートにしろ、みんなそうなんですね。で、やはりもうアメリカ、イスラエルに頼るだけでは自分たちの身を守れないという発想が、現地で、湧き上がっているわけです。で、どうするかということで、アメリカと手を切ろうという考えももちろんあろうと思うんですけれど、アメリカさんだけじゃなくて、イスラエルさんにも来てもらったけど、やはり危ないから、じゃあパキスタンにも来てもらおう。あるいはトルコにも来てもらおうということで、この地域の安全保障をどうやって守るのか、自分の身をどうやって守るのかという模索を、クウェートにしろ、カタールにしろ、アラブ諸国連邦にしろが始めたと。で、その新しい安全保障の形というのは、おそらくそれぞれの国によって、違うんだと思うんですね。で、一番重要な問題は、この戦争が終わったときに、イランの現体制が生き残るかどうかですね。で、倒れてしまっていれば、ある意味、脅威はないんですけれど、今の体制が生き残るとすると、どうも生き残りそうな雰囲気が強くなってきたんですけれど、今の体制は大変、このアラビア半島の最高に対して怒ってるわけですよね。お前たちがアメリカ軍に基地を貸して、そこからイラン攻撃の飛行機がミサイルが飛んできたんだと。責任を取れということを、イランは思ってるわけですね。で、この怒ったイランとどうやって付き合っていくのかということで、湾岸の豊かな、でも小さな、人口的には小さな国々が今頭を抱えているという、こういう状況だと思います。キスタンの、交流っていうのも目立ちますけれども、あと中国もプレイヤーとして、この中東に進出してくることを考えると、この戦争の後、一体どういうふうに中東の、地政学的な地図が変わっていくのかというところは、ちょっと、見ていくしかないかなというところでしょうかね。そうなんですね。中国の存在感というのは、ますます大きくなると思います。ただ、中国軍がドバイに行って、あるいはアブダビに行って、アラブ首長国連邦を守ってあげるという雰囲気ではないんですね。中国はそこまでまだ手を出そうとはしていないんですね。ただ、今回、イランとアメリカの交渉がまとまるかどうか分かりませんけれど、もしまとまったとすると、例えば、これを、安保理に持っていって、安保理のお墨付きを得るというような形で、合意が破られないようにするというような方策が一つ考えられるわけですけど、そうすると拒否権を持っている中国の存在感というのが、ますます目立ってくると。ある意味、間接的に中国がこの地域の安全保障の、保証人の一人になるという、こういうシナリオは見えてきていると思いますね。で、もう一つ、この地域の情勢と連動しているんですけれど、インドがこの地域とどう関わってくるかですね。この地域とインド、パキスタンは大変深い関係にあるんですけれど、パキスタンの存在感がだんだん強くなってくる中で、インドはどうするのかと。で、インドは実は、この地域の中ではイスラエルと一番近い国なんですね。で、イスラエル、インドとアラブ首長国連邦という構図が見えてきてたんですけれど、それで本当にこのアラブ首長国連邦という国は自分の国を守れるのかという疑問を持ち始めていると思うんですね。ですから、あの、対イラン強硬派の先頭に立っていたアラブ諸国連邦が、もしかしたら少しその態度を柔らかくして、イランと対決するわけにもいかないなという雰囲気が出てくるのかなというような思いも持って、この戦争が始まって、もう4ヶ月目に入ろうとするんですけれど、今の状況を見ています。はい。ありがとうございました。先生、告知とか何かございますでしょうか？はい。6月21日にちに
パレスチナ子どものキャンペーン主催の講演会を、東京大学の駒場キャンパスで行う予定です。で、そのご案内をここでさせていただいたんですけれど、ありがたいことに、すでに、申し込みで満員御礼の状況で、キャンセル待ちということになっています。お申し込みくださった皆さん、本当にありがとうございます。ただ、キャンセル待ちの方がいらっしゃいますので、もし気が変わってこの日は忙しいんだというようなことになった場合は、キャンセルを、伝えてくだされば、お待ちになっている方が、入場できますので、よろしく対応をお願いします。はい。次回よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいですね。でも